皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けでやっていきます。音声読み上げを宗由紀女流三段に、設定してあります。今回からね、こうちょっとマウスの色を今ご覧いただいてるんですけど、紫色のちょっと大きめなものに、ちょっと試しでね、変更してみました。こちらの方が若干皆さん見やすいかなということで、相手18級の方ですね。早い石田戦法が得意戦法ということなんで、じゃあ、8四歩とつくとね、早い石田戦法になりにくいんですが、3四歩とついてみましょう。9六歩、ちょっと変わった手ですね。これは相手に作戦を委ねたような手で、私がね振り飛車をする手もあるところです。振り飛車でいきましょうか。3二7八金ですが、これは居飛車の将棋のやつですね。これ9六の早い端歩がどうなるか。金上がって一手損角換わりの将棋ですね。これで一手変わって私が、先手のような将棋になりましたね。どうしますかね。銀を上がって端歩受けてきますかね。3六歩です。角換わりどうしましょう。私はじゃあ6四歩から腰掛け銀を目指していきます。この腰掛け角換わりの時はですね、銀をどこに使っていくのかというのが一つポイントなんですね。今相手の方も4七銀という形なので相腰掛け銀、今ね、私5二金なかったんですけど、これはちょっと旧式というかね、金をまっすぐ、そうです、相手の方はこれ金上がりそうなんですが、金を6二金、4八金ですね。これ私後手番の4八金と上がる形が最新の形ですね。私の方がどちらかというと旧式という形です。で腰掛け銀になりました。金がね一路王様から相手のね方は遠いんですが、このね飛車を引いた2九飛車の形が非常に好形であるという考え方ですね。ですね。これ難しいんですよね。ここからどうやって進んでいくか。私の方がね一手、これ先後が後手番でスタートしてるんですけれども、角交換のところで一手変わってるので、私は先手に、なっているんで、飛車回って、じゃあちょっとここの6五歩とね仕掛ける手を狙っていきます。ここはいろいろあるところでしたね。ちょうど金がねこう本来というか、ここに金がいる形があるところは一路ずれているので、6筋の地点が薄くなっているという考え方ですね。ポイントの一つが相手の方の歩が2六なので、いつでも2五桂とね飛ぶ手があるので、攻めてきましたね。これは同歩かどうするか難しいところですね。同歩と取る手もありますね。同歩か、4五同歩か、すみません6五歩と攻め合うか。バンバン来ましたね。なるほど。バンバン攻めてきて、これね金が補強してるので、この辺りがしっかりしてるという考え方ですね。どうしますかね。難しい。攻め合ってみますかここで。今ね4四銀と、1回上がっとく手もあるところですね。この3五歩というのは手筋で、同歩と取ると4五にね桂馬あるいは銀できて、桂馬が飛んだ後に、3三の地点に歩が打てるようになるんですね。桂馬を飛ぶ前に歩を突いておくことでシンプルにね、攻めやすくなるという考え方ですね。私の方も受けに回る手もあったんですが、今攻め合いを目指しました。同歩でしたね。さあどうしますかね。同銀か、同桂か。私の方も7五歩と突くような手もあるところですね。どうしましょう。シンプルに同銀でいってますか。どうなるか。今は手が広いところでしたね。7五歩と私の方も突く手、あるいは同桂とね桂馬で行く手もあるところでした。一番激しい手ですね。で相手の方も取り込んできました。銀かわします。金ぶつけてくるかな。同銀ですね。今4五銀もかなり有力だったんじゃないかなと思います。はい。
まあ激しい攻め合いですね。角換わり特有ですね。角換わり戦法はまあこういう形にね、まあ進行になりやすいですね。やはりね持ち駒に角が乗っているので、まあ攻めのね幅が広がるんですよね。攻め味のね叩きです。これで筋ですね。どうしますかね。同飛車と取っても取りますか。同飛車と同金は若干取りにくいですかね。王様から離れちゃうので。まあ、ただ飛車がこう中途半端な位置に来て、まあ、状況に応じて7二角ですか、7二角とか、まあ、もう一発歩を叩いてね7三角とかも考えられますね。まあ、一つのポイントはこの2九の飛車が今のところまだ働いてないので、その辺りをね私と突きたいところですね。この8六も手筋で銀が動いたのでね8筋が薄くなったので、攻めました。まあ、ここではね、4七銀ですよね。4七銀とね、ここに銀打つような手も、実はありまして、同金と取らせて、角をね、3八角と打つという両取りの形もあるところです。まあ、これはね、8六歩という手はね、まあ、もちろん差しすぎになることもあるんですけれども、まあ、基本的には、まあ、手筋として有効になるパターンの方が多いので、ぜひね居飛車党の方は覚えておいて損のない手筋だと思います。まあ放っておいてね8七歩成同金となればこの6筋の地点が薄くなりますし、まあ、同歩にもね8七歩と打っとくような手で、まあ、同金ですとねやはり薄くなりますし、8八に駒を打ち込むね、そうですね、これまた垂らしておいて、それでね王様がこうグッとね狭くなるんですよね。8八に入場できない形にねして、例えばこれから次に、4七銀ですね、4七銀と打っていってこちらから攻めていって左ですね、盤面の私の方から見て左から攻めていった時に王様こう逃げ込めなくなるということで、まあ、4七銀という手を後に回してね先にこう王様の逃げ道を封鎖して、まあ、準備をしているような状況ですね。この方やらないでね次4七銀もあるんですが、そうすると玉をねいつでもこう8八玉と、逃げ込む余地があるので、まあそういったとこですよね。まあ自陣を振り返りますね。この歩がちょっと気持ち悪いので、まあ私の方も簡単な、戦いではないですね。はい。まあ3七の桂馬がまだ一応ね、後手は右の桂馬が6五にまで止めてるんですが、先手の方がね桂馬がまだ3七なので、まあその差がまあちょっとね今のところはあるかなというところですね。まあ叩きですね。飛車がまあこれで言ってはね嫌ですよね。飛車がねまあ同飛車と取りますかね。まあ逃げると桂馬取られちゃうんでね。でこれで多分角を違いましたね。全然違いました。下に歩を打ってきました。これはいよいよ銀打ちますかね。ここにね、打ちたくなるな。銀まあ8八に銀を打ち込む手もあるんですけどね。シンプルに同金同歩成同玉。まあ銀を打つと金を剥がせるというのはメリット。デメリットとしては王様がこう手順にね逃げ込むような形になるというのがデメリット。まあ、4七銀として4九金と引かれてね辛抱された後にね手が続くかどうかっていうのを考えないといけないですね。ちょっと考えますねここは。いや難しいとこですね。なるほど。銀を打って金を引かれた時にね結構難しいかもしれないなと思いますね。今7分あるんでねちょっと考えますね。銀を打って金を引かれた時のことをね、同金3八角とねなれば、いいんですが、金を引かれた時にどうするかですね。銀を打ち込む同金同歩成同玉というのもありますが、まあそうですね。いやいや難しいですね。まあでも銀打ってみますか一応ね。これまで金引かれるかなとは思うんですけど、同金で角を打てればね結構はっきり優勢になりそうなんですが、まあこの手がね、まあ、常にあるんですよこの戦型では。ぜひこれもね覚えていただきたい手で、まあ、同金と取ればこうね弱点を作らせて角を打ち込むと。でまあここにね先ほども言ったんですけど歩が垂れてるので、こちらの方から攻めるとかなりこう壁になっててね、逃げ込みにくくなっていることがねお分かりいただけると思うんですよね。ただね金引かれた時難しいですね結構。まあそうですね、さすがですね、最善の一手だと思います。桂になっちゃうかな。もう桂なって一気にいくってありますかね。同銀に角を打ち込んで同金同歩成行ってみますか。それいけそうかな。桂をなって同銀に角を打ち込む、角打ちの飛車を叩き切っていってみますかこれね。いけそうな気がします。これはね勝負に出た手ですね。こんなところに桂馬ね急所の桂馬ただ出てたら大変なことになっちゃうんで、
同銀と取らせて角をここに打ち込むんですね。でこの時に飛車がこう桂馬が移動したことで飛車がここに通っているので、同金同歩成で同玉に飛車を成り込むとこうぴったりね、銀取りとこの空いた空間ですね、こう竜がここに来た状態ですね、なるとかなり受けにくくなるということですね。でこのね、4七の銀ですね、この銀がもう角を使っちゃったんでね、後からでは打てないんですよね。角を持ってる時にこう打っておけば、王様が例えばこの時に王様がね6八玉と、逃げた時に9角成といった時にこう挟み撃ちにね、そうですね、この時に、挟み撃ちの状況に、ね、なってますよね。これ例えば金がこう上にいるとね、かなりこちら側から逃げれるんですね。この銀打ちと金引きが入ってないと、先手の方もまだ王様逃げれるんですけど、この銀がね、いわゆる打ち得というかね、かなり輝いてね効いてますね。次歩成りが厳しいですからね、これは私が優勢になりましたかね。5六桂とね、打つ手があるんですけど、それも同銀成とね最悪取ってしまえばいいということで、そうですね、大駒の働きも馬が王様の近くにいますし、飛車もね直通しているような状況で、先手の飛車がこう2九でねこう金引かされると横利きが乗らなくなるのがね、痛いんですよね。こう桂馬次取られる手もありますからね、金に引いてあるんで、角です。これはでも粘りのある手ですね。馬を消してねさせればということですね。これは寄ろうかな。そうですね、同馬と取る手もありましたけれども、この桂馬取れるの気持ちいいですね。飛車がこう通ってるとね成立しない手なんですけれども、こう銀には角で飛車で紐がついてますから、で桂でですか。さあそろそろ決めていきたいとこですね。どうしますかね。いろいろありますよね。8八歩成同金飛車して6五香とダイレクトして5五桂と打つ、5五香と打つ、5五香でいってみますかね。これはね歩がないですから、歩があって歩打っててもね同香なんですけれども、こう馬がね間接的にここの地点ですねこう効いてるんですよね。でこの角がいなくなると飛車がこう効いてくるんで、上部のこの辺りを攻めて、馬と飛車と連携してね、あとこの角を保険付きというかね、角がこう攻めに効かなくなる形を作って、これ4七の銀がね結果的に、いいタイミングで打てましたかね。結構角換わりはね途中で角換わり腰がいいの戦法は途中でも言ったんですけど、こう、攻め合いになるんですけれども、やっぱりこうスピード感がね少し遅れてしまうと、なんていうんですかね、粘るっていうのはなかなか難しいんですよね。お互いにこう攻め合う将棋っていうのは、攻め合うってことは要するにちょっと守りがねお互いにそれほど硬くないということにもつながるので、ちょっとスピード負けしてね受けに回ってしまう感じになるとね、なかなか大変なんですよね。銀の打ち込みですが、これはね一番の激しい攻めですね。同桂で1回取ってから寄せに向かいますかね。1回同桂とじゃあ銀を取ります。これはすぐ行ってもいいと思います。で同桂同歩成、これを取ると同桂成と銀で、このね5五の香を取ろうってことなんですけど、ここで香車を取って銀を取って攻めていきます。で私の王様がこうね迫られてるんですけど、3二と同玉と取るとまだね、大丈夫な形ですね。さあ詰みがないかな。馬を切って銀を打つ。詰みがあれば分かりやすいですね。詰んでそうかな。馬を切りましょうか。これはね、こちらの王様詰められて必勝をかけるような手もあったんですが、先手玉にね詰みがありそうですね。それがね下玉を下段に落とせで、同玉ですと6七飛車成となって、一間竜と呼ばれるね詰みの形です。で8七歩がよく効いていて、これね王様がね逃げる場所が難しいんですね。これね8七玉ですと飛車を成ってもいいですし、7八銀打ちと打ってもね詰みの形ですね。飛車成りの方が分かりやすいですかね。で7七玉ですと、7八金と重く打っても詰みですし、8八銀と打って8七玉に6七飛車成でも詰みの形で、飛車が成る形がね実現しそうですね。王様をこちらね6八に寄ると7八金と打って、5九玉に5八銀打ちと打ってね、同玉でしたね、詰みでした。これは飛車をね成って、これが一間竜と呼ばれるね王様で受けられるんですが、この時に脇から駒を打ちまして、ありがとうございました。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。戦型がですね、角換わりの将棋になりましたね。相手の方が先手番だったんですけれども、相手の方から角を交換したことによってね、一手先後が入れ替わりまして、私が先手番のようなね、角換わり腰掛け銀の将棋になりました。角換わりの大きな特徴、当然ながら角を手持ちにしていることでね、その角をどこに使うかっていうね、あるいは相手にその角をうまく使われないようにね、駒組みを進めていかないといけないってとこですよね。中盤ね、攻め合いのような形になったんですけれども、玉を逃げ道を封鎖する手筋のところからペースを握りまして、最後はね、うまく手勝ちでね、攻め込んで勝つことができました。こちらの方ね、細かい手順は解説編の方で解説しますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにお待ちください。この動画良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。